チャンク研究所のピロリンです。もうチャンクさん6月の末から7月の上旬にね、ベトナムのダナン国際映画祭に出演するみたいですよね。もう私たちはね、誕生日に向けて渡韓するんですけど、もうその時チャンクさんいるのか今の関心事はね、これですね。チャンクさんのね、帰国時に私たちが入国、そして入国カウンターで遭遇なんて妄想を楽しんでますせっかく韓国行ったのにチャンクさんのいる韓国の空気が吸えないなんて可能性もあるんですけどねそしてこの間チャンクさんが MC をした台湾の2025オールラウド KT-POP のねビハインド映像がね YouTube でアップされていましたね。アーティストの皆さんに教えてもらってああやってこう練習してたんですね。踊っているチャンクさんにすごく興味があったので、あのビハインド映像は本当に嬉しかったです。こちらのね説明欄にその映像の URL もつけておきますので、ぜひ見てみてくださいね。そして動画にコメントありがとうございました。前回はね怪しいパートナーを細かく見ていったんですけど、これからこのシリーズちょっとの間続けようかなと思っていますで、その先日ねそこにいただいたコメントを少しだけ紹介しますね。ひろこさんです。ピロリンさんこんばんは。先日はあやぱとの好きなシーンの時にコメントを読んでいただきありがとうございます。今回はこの3つを選んでみました。いつもありがとうございます。8話のボンヒを道場に迎えに行き車で待っている時もボンヒが出てきたら運転席でちょっと微笑むところ、ほら出てきたって感じかわいい。そうですね、あのシーンかわいいですよね。微妙な表情が最高です。次はボンヒが検事長に首を絞められて部屋に戻っていったボンヒの様子がおかしいと思い心配するジユクに話したくないっていうボンヒにくれって言うんですけど、その言い方と優しい眼差し、そうですね、あの時もねすごい微妙な表情するんですよね、チャンクさん。次は若者と喧嘩した後ボンヒに薬を塗ってもらっている可愛い甘えん坊のジユク、もうとろけます。ピロリンさんどうでしょうか。そうですね、もう熱いだけでなく私の心までとろけさせるチャンクさん今回のね胸キュンパターンねめっちゃ楽しいんですよね。私もね皆さんと語り合えてすごく嬉しいです。もうね隠れ胸キュンシーンをねこう全てクリアしたらもう皆さんとライブで語り合いたいなと思っています。続きましてマリバロンさんです。本当にあやぱとのチャンくん素敵です。好きなシーンもたくさんあります。音楽を一人で聴いててふと覗いているボンヒに気づいた時の男前全開な顔を何回も止めてみました。どのシーンかな、これがちょっと私もねわからなくって、でもねなんかチャンクさんって怪しいパートナーの中でもう本当に男前シーンありすぎなんですよね。私もね何回も動画をこう止めすぎてもう全然前に進んでいかないこれからもねぼちぼち紹介するのでお楽しみに。ミカコタンさんです。怪しいパートナーでチチャンオクの沼に落ちました。私は弁護士のジユクが大好きです本当に素敵な表情がありすぎて悩みます。でも一番好きなのは雨宿りのシーンでジユクがボンヒを見つめる表情ですといただきました。もうわかります。このシーンねチャンクさんのなんか安心感あるんですよね。そしてなんだかね優しく見守る感じの顔がねもうとても素敵私もね大好きなシーンです。最後はハッシーさんです。愛に溢れる投稿ありがとうございますでしょ。今回ねもうほんと好きなシーン多すぎて私の愛がいっぱい溢れてたと思います。でもこれ続きますスーツとネクタイが本当によく似合うチャン君の演じるツンデレキャラは他にもありますが、スーツを着るツンデレキャラはジユクだけのような気がします。そうですね、それがツンデレイケメンぶりをさらに際立たせる。さあ
確かに。紹介していただいた1話の40分50秒ぐらいのシーンは、最初に心臓は静かにされました。早口でボンヒーにまくし立てるセリフ回しが好き。そして他にも首を振りながらネクタイを緩めるシーンに悶絶です。これいいですよね。あのネクタイはもう反則だな。あやぱとはネクタイが影の主役と言ってもいいくらい良い働きをしています。ネクタイ開発した人に感謝状を送る。確かに送りましょう、みんなで。今日は彼が会社の同僚に君を紹介したいからと食事会に誘ってくれた。あ、なんか始まってますね。友達は同僚であり親友と呼べる人。私も会ってみたいと思っていた人。だからちょっとドキドキする。ドキドキですね。焼肉屋さんののれんをくぐって10分後、彼が来た。私が送ったネクタイを締めてる。その彼の後ろに体格のいい人がひょっこり顔を出して、はじめまして。いつもこいつがお世話になってます。なんてにっこり笑顔で言う。素敵ですね。私こそはじめまして。今日はよろしくお願いします。と笑顔で返した。話が進むにつれ同じ部署に配属になって仲良くなったこと、お友達である彼の彼女にも会ったこと、今度は一緒にダブルデートしたいねなんてことまで話が弾んだ。すると彼の友達が私に向かって、ほんと話しやすくてこいつにぴったりな人でよかった、おまけに可愛くてさって言ってくれた。嬉しくてついありがとうございますと答えると、横に座った彼が、おいおい誘うなよ、やっと見つけた俺の彼女なんだからと私の手をぎゅーっと握って言う。嬉しいじゃん。嬉しすぎる。そう思ってくれてたなんて。その後も友達が彼をからかうように私を褒める。気が気でない様子の彼を見て嬉しい私。お開きの時間になって彼が、これから2人でデートするからお前は先に帰れよとほろ酔いで言うと、はいはい分かってます、明日仕事だからほどほどにねと言いながら背中を見せて駅の方に歩いていった。ゆっくりと千鳥足気味で歩きながら人気のない小さな公園のベンチに座ると、ネクタイを緩めながら可愛いとか言われて嬉しそうにさ、いいですねこれね。他のやつに笑顔とか見せなくていいからとご機嫌斜めな彼。嫉妬最高。ますます嬉しい気持ちを抑えながら、分かったからもう笑わないから、そう思ってくれて嬉しいんだけどと首を彼の肩に寄せて手を握る。そう嬉しいの？当たり前じゃん。俺この手を絶対に離さないから。いいですねと髪をかき上げながらさらにネクタイを緩めて唇を突き出す彼。かわいい。ここ外だよと思わず後ろに首を引くと、いいじゃん、キスしないと帰らないと3歳児みたいにダダをこねる。可愛くてもう高3。ぎゅっと抱きしめて私がネクタイを引っ張る。最初は唇が触れるほどのキス。まだ足りないって彼の唇が言うから、渾身のキスを送る。深くて長い愛の時間ありがとう、これで安心したと手をしっかり握って立ち上がる彼。アプリでタクシー呼んでくれて運転手さんに東京タワーを回ってくださいとお願いしてくれた。私を抱きかかえるようにぴったり体と顔を寄せて、頬がくっついて唇まであと1ミリ。なんと神の采配なのか、ラジオから次の一曲はオリジナルラブの接吻です。熱く長いと
流れる歌声。なんと運転手さんが音量を少し上げてくれた。たまらなくなってチュッとした。いいですね。東京タワーの夜景が近づいてくる。このまま永遠に東京ぐるぐるしたい夜。ネクタイありがとうといただきました。ネクタイからここまで膨らむハッシー教授の妄想劇、素晴らしいですよね。もう今回の妄想劇でなんかね、嫉妬されるっていうのがね、一番いいですよね。いやーもうね、女子の好きなところ持ってくるハッシー教授、素晴らしいです。いつもね、一番楽しませていただいてます。また期待しています。このチャンネルでは、ちちゃおくさんの最新情報やファンの愛をね、金曜日夜9時に配信しています。ぜひチャンネル登録お忘れなく。グッドボタンでね、応援していただけるととっても嬉しいです。皆さんの感想などのコメントお待ちしております。また私の個人チャンネル、ピロリンおしゃれ研究所では、ユニクロコーデなどのコスパ最強のアイテムを紹介しています。ぜひこちらもご覧くださいね。また来週金曜日夜9時にお会いしましょう。ピロリン